どうも、ゆういちろうです。デザイン思考って結局何というお話をさせていただけたらなと思います。自分の講義の中でもですね、比較的反響の高いこのデザイン思考という言葉を少し深掘ってお話しさせていただけたらなと思います。はい、この動画を見ると、デザイン思考って何をするのか、結局何をするのか、で、デザイン思考をどうやって組織とかね、自分でする上で取り入れていけばいいのかということがわかります。はい、普段ですね、お仕事をしているときにですね、デザイン思考が足りないんだとか、デザイン思考を取り入れようというようなね、ことをですね、言われ始めている方も結構いらっしゃるんじゃないかなと。比較的新しい IT 系の会社であったりとか、スタートアップ系の会社であったりとか、デザイン系の会社であったりとか、っていうことが多いんじゃないかなと思うんですが、デザイン思考と言われてですね、デザイン思考ねと、名前は知ってます。ただで何をするかわかりませんみたいな、ことが多くて、じゃあ結局何もしませんみたいな結論になるようなことが多いんじゃないかと思います。で、やろうと思ったとしても、デザイン思考という言葉だけじゃなくって、UX、UXD、HCD、ISO、UI とかね、カスタマージャーニーマップとか、イノベーション、どうのこうのみたいなね、カタカナとかね、英語用語がどっさり出てきて、もうかなりうんだりしてもやめてしまう。みたいなケースもあるんじゃないかと思うんですが、ただですね、今回お伝えしたいのが、このデザイン思考は決して難しいものではないです。で誰にでも始められる簡単なものなんですよっていうようなところにフォーカスしてお話しさせていただけたらなと思っております。で、例を出しますと、この任天堂 Wii ですね。けどゲーム業界で、任天堂さんも、いかにね、このハードを売るか、ソフトを売るかというところを、考えていった結果ですね、このデザイン思考的な発想で、売っていこうというね、ところに至りましたと。で、まず何をしたかというと、まずはこの、どんなゲームを作るかっていうと、ゲームの内容に入るんではなくて、そのゲームが置かれる環境でどんな課題があるのかっていうところをまず調べたんですね。ここがまずデザイン思考の第一歩として、当てはまるところですね。ゲームする子供がいる過程をよく観察しましたと。で、その結果ですね、いろんな課題が抽出できたんですが、その中でも特に、任天堂がフォーカスしたのが、このゲームばっかりやって家族のコミュニケーションが取れてないっていう、この現状の課題。ここに深くフォーカスしたわけなんですね。で、そうすることで、じゃあどうやってこれを解決するかっていうところで、キーになってくるのが子供ではなくてお母さんに、フォーカスを当ててみましたと。で、お母さんに嫌われない。で、かつですね、コミュニケーションを取りたいと思っている家族のために、家族みんなで楽しめるっていうようなゲーム機を作ったらどうかっていうところで、この任天堂 Wii の開発が進められたんですね。で、お母さんがよく従来のね、ゲームを毛嫌いしていた理由みたいなものをどんどん取っ払っていこうというようなところで、色もですね、例えばこの白物家電、系の色にしたりとか、縦型に、置くことで、リビングのスペースをね、効果的に活用するというようなところであったりとか、いわゆるそのゲームコントローラー前としたものではなくって、もう誰でもお母さんでも使えるような、このね、握って振り回すようなだけみたいな、もう超簡単な、UI のコントローラーを、開発しましたと。で、それによって、もう、お母さんにも受け入れられた。で、家族にも受け入れられた。で、それによって家族のコミュニケーションが増えた。みたいなところで、この Nintendo Wii で大ヒットをしたわけなんですね。従来のゲームであると、よりゲームの、オタクではないけど、ゲームの、ファンに対して、いかにね、面白いゲームを、作ることを追求していくっていうところからスタートするはずなんですが、任天堂はそこではなくって、まずはこの任天堂リビングでの家族の体験っていうものをね、作っていこうというところで開発がされましたと。こういうのは Wii の後にも、今の任天堂 Switch、またこれも大ヒットしている。これにも継承されていますというようなところですね。で、そこから分かることが、デザイン思考を使われたという現実があるんですけど、Wii ではね。で、それ何をしたかというと、ユーザーの抱える真の課題を探求し、今までにない新しい体験をユーザーに提供することをしましたと。なんで、デザイン思考って何と聞かれたら、これが一つの答えじゃないかなとは思っております。従来のデザイン思考を取り入れてない解決方法というのが、
ユーザーの抱える真の課題は探求はできてないケースが多いと。普通にアンケートとか取ったりはするんですけども、それもね、表面的な答えしか出てきてないようなものを、さらっていって、で、今まで通りの価値っていうものをユーザーに提供してきましたというような流れになるんで、そうではないですね。真の課題を探求して、新しい体験を、今までない新しい体験を提供するというようなことがデザイン、思考ですることの答えになるかなと思っております。はい。で、そもそもですね、デザイン思考っていつ誕生したのかっていう話になると、これがですね、以前の講義でもお話ししたことはあるんですが、産業革命がありましたと。で、その特に第三次産業革命以降に、このデザイン思考っていう考えは誕生しましたと。で、それが何が誕生したかというと、インターネットですね。インターネットが誕生した以後に、この考え方がより誕生して浸透しましたと。で、それ以前っていうのが、以前の講義でもお話ししてるんですけども、大量生産で物がね、売れる時代っていうのがずっと続いてたんですね。で、大量生産で物を作って、で、広告でね、マスの広告で、一方的に、企業側が、ユーザーに対して発信すると、物がどんどん売れていく時代っていうものは、インターネット以前というのがありましたと。ただそれが、インターネット以後によって、その時代が終わりました。もうほぼ終わった。マスの広告今でもあるんですけども、かなりね、苦境になってますと。そういう時代が終わりまして、で誰もが等しく地にアクセスできると。インターネットの最も重要なポイント。誰もが等しくこのね、ナレッジにアクセスできることで、双方向でね、あの商品はいい悪いなのですね、生活者の価値観が大きく変化しましたというところで、今まで通りのものを売っていては売れないっていうようなことが誕生して、このデザイン思考っていうものを取り入れるようになったというような経緯がありますと。で、今まで顧客にいいもの、いい製品っていうものを作って発表していれば売れたんですが、それでは無理になってきたので、いいことですね。ものではなく、このこと、体験を提供することがマストになってきました。というような変化があります。で、そういうインターネットによってね、高度な知識がなくても使えるね、プラットフォームとかツールっていうものはもう無数に多く生み出されました。でそれによってもう全ての業界の勢力図を大きく変えらされてきたんですね。で、今までではありえないスピードでもう環境がどんどん変化していますというようなところで、もう個人とかね、企業っていうのが今まで通りのスピード感とか、今まで通りのやり方をもう固執してね、守ることに固執していたらですね、確実に取り残されるという時代にもう入ってきましたと。じゃあどうすればいいかっていうことを考えたときに、その解決策の一つになるのがこのデザイン思考、デザインシンキングであるというような経緯になります。はい。で、ここからお話しするのが、デザイン思考って、じゃあデザインのなんかなんでしょっていうようなね、デザインとほぼ同じことなんじゃないかっていう、疑問もあったりするんですけど、違いますと。デザインとイコールではないです。デザイン思考っていうのはね。はい。デザインってそもそも何かというと、既存の考え方にとらわれず、人々が望むことを考えることを指すと。で、人々の抱えるこのふわっとした課題とか問題点っていうものを具体化、何かを作って具体化して、で、様々な角度からこの解決案、ですね。紙のデザインだったらあったら、グラフィックのデザインだったり、ウェブであったらですね、そういうウェブサイトとかアプリとかのデザイン案っていうものを複数用意して、で解決に導いていくと。従来デザイナーが、デザインを作るときに、至っていたその経緯、その作り方っていうものがありましたと。で、デザイン思考というのはそのデザインする際、デザイナーがデザインする際に使われるその考え方、思考方法っていうものをデザイン以外の分野でデザイナー以外の方でも応用できるようにしたものがこのデザイン思考であるというような違いがありますね。デザイナーが使うものなのか、デザイナーでない人が使うものなのか、デザイナーも含む、ね、デザイナー含むデザイナー以外の人も使われる考え方かっていう、そういった違いがありますと。
なので、デザイン思考というのは経営者とかクリエイターだけのための、ものではないですと。総務とかね、経理担当とか、営業とかね、工場の生産担当とか、自営業者でも専業主婦でも、学生でもですね、すべてのいろんな方に役立っているものであると考え方であると。なので、自分はクリエイティブな仕事をしてないから、このデザイン思考というのは全然関係ないものですよっていうものは絶対思わないこと。誰しもが使える考え方。でしかも、役に立つ考え方なんですよと。いうところですね。では、そもそもですね、デザイン思考とは何をするものなのかっていうお話に入っていきたいと思います。で、デザイン思考を使って叶えることっていうものがあります。で、それはユーザーのニーズを満たすこと。で、ユーザーが使いやすいこと。で、ユーザーのやりたいことを完了すること。で、ユーザーの気持ちがポジティブ、楽しいとか嬉しいとかっていう気持ちにすること。っていうことをデザイン思考を使って、叶えれますと。いうところですね。で、ここで一番ポイントになってくるのが、すべての叶えることに対して、ユーザーが、主体がユーザーになっていること。これが一番大事ですね。いろんな、企業が出す、個人が出すサービスっていうものは、絶対にユーザー以外の利権っていうものが絡んできます。もう会社であればですね、その会社の利益、そのためにこの部長に忖度をしなければいけない。この社長の、気にしていることを叶えないといけないとかですね、主体がユーザーからどんどん離れていってしまうことがむちゃくちゃありますね。これはもうデザインの仕事をしていたとしても、めちゃくちゃ出てくることですね。クライアントのこの人の意見を通すためにこの機能をつけなければいけないとかですね。すごいあるんですが、そこを一旦度外視って言っちゃいますけど、もうそれを度外視してユーザーのためにですね、ものを作るっていうところを考える、ものであったり、ことであったりですね、っていうものを考えるっていうことがデザイン思考の第一歩ですよというところですね。で、じゃあデザイン思考ってどういうプロセスを経て、考えていくものなのか、どんなの作っていくものなのかっていうところで、このダブルダイヤモンドっていう図が出てきます。これデザイン思考で調べてもらうと、もう必ずと言ってこと出てくるものですね。この、発見、問題提起、開発、検証っていうこのサイクルがあって、で、このサイクルがですね、発見フェーズではこの発散していく。たくさん見つける。大量に見つける。で、問題提起するところで一回絞りますと。ある特定の問題に絞ります。さっきの Wii であったらね、コミュニケーションが少ないみたいなところに絞りますと。で、それを解決するために開発をすると。プロトタイプ作って、いろんなね、考え方がある。いろんな方向で開発を進めますと。で、それによってユーザーテストを行って、検証して、問題点をどんどん削いでいって、最後に一つの、で仕上がりのものを作りますと。でこの発散収束の形がですね、このね、ダイヤが1個できる。で、もう1個ダイヤを作るっていう、2個ダイヤモンドがあるんで、ダブルダイヤモンドって言われたりしますね。はい。発見フェーズではユーザーインタビューとかを使って、問題定義でこのカスタマージャーニーマップなんかを作って、開発フェーズではこのプロトタイプを作って発散して、で、検証フェーズでこのユーザーテストを何回も行って収束していくと。で、これを繰り返していくことが、デザイン思考の大まかなプロセスになりますと。で、これ1回で終わるんじゃなくて、何回も繰り返すと。で、たまにはこのね、開発フェーズに戻って、で、そこからまた検証に至ったりとかね、大きく繰り返したり、細かく繰り返したりっていうものを何回も繰り返す。これがデザイナーがね、よく行う考え方。デザイナーってかなり試行錯誤して何個も作った上で、じゃあこれがいいっていう風に絞っていて、最後に完成形を出すというような、そういったデザイナーのこのデザイナーを作る時の思考のプロセスっていうものを一般的に抽象化して応用したものがこのデザイン思考というものになりますというような流れになります。はい。というところで、ひとまず一つ目の講義は、終わりますが、おさらいしていきますと、デザイン思考っていうものは、難しいなものではないですと。誰にでもできる簡単なもの。それからさっきのデザインのこの Nintendo の Wii がやっていたようにですね、まずは観察する。まずはそのものを作ることから始めるんじゃなくて、まずはどんな課題があるかっていうのを抽出するためによく観察しましょうというところですね。で、その中で、
出てきた課題から一つですね、選びますと。で、これがまた収束するフェーズですね。ゲームばっかりやって家族のコミュニケーションが取れてないっていうこの課題に、フォーカスをしますと。で、その課題を解決するために、じゃあどんなものがあるのか。人間の Wii もですね、かなりの試行錯誤があったと聞いています。いろんなね、この課題を解決するために、じゃあどういう、お母さんはどういうものをそもそもお母さんにフォーカスを当てようかみたいな課題解決法から始まって、じゃあこういう形、家電みたいな形がいいとか、誰でも使えるコントローラーがいいとか、そういうふうに、開発を進めていきますと。で、そこの試行錯誤を何度も繰り返して、で、結果ですね、こういうお母さんに嫌われない家族で楽しめるゲーム機っていうものを作った。これはね、ハードだけじゃなくて、ソフトにおいても、マリオパーティーであったりとかですね、家族で楽しめるっていうこのコンセプトで、リビングをいかに楽しくするかっていうコンセプトで、この体験を提供したことで、大ヒットしましたというような経緯がありますですね。なので、デザイン思考ですることって何ですかというと、このユーザーの抱える真の課題を探求して、今までにはない新しい体験をユーザーに提供することというようなことができるものがデザイン思考ですというようなことで第1回目お話ししていきました。第2回目はですね、具体的にこのデザインのダブルダイヤモンドの中でデザイン思考はどういうふうに使われていくのか、で、はたまたデザイン思考をどう組織に取り入れていくかというお話をしていきたいなと思っております。はい、ではまた。